実際に両方の車に乗った人のインプレを聞くのが一番間違いないので、今回はこの90年、ベルガーがフェラーリからマクラーレンのマシンに乗り換えた、初めて乗った時にどんなことを言ってたのかっていうのを紹介したいと思います。なので、1990年当時のインタビューです。まず89年シーズンが終わって、シーズン終了後に日本にやってきて、そこで初めて MP45 に乗ったそうです。89年シーズン終了後、ベルガーは日本に到着。MP45 に初めて対面した。マシンに乗り込むのは一大事だった。メカニックがシートを取り出してゴムのパッドを入れ、どうにかコックピットに押し込んでくれた。それからようやくテストに入った。MP45 はプロストとセナに合わせて作られた車ですから、身長の高いベルガーにとっては非常に狭いわけですね。シートを取っちゃって、その後にゴムのクッション、パッドを入れて、どうにか入ったと。それで走り出したって言ってますね。僕はフェラーリのセミオートマに慣れていたから、移籍が決まった時から普通のシフトレバーでうまく走れるかどうかずっと心配していたんだが、2、3周もすると、それにもすぐ慣れて自然に走ることができた。ベルガーは89年シーズン1年間フェラーリでセミオートマの車に乗ってたわけなので、1年ぶりにマニュアルシフトの車に乗ったわけなんですけども、本人としても、うまく乗れるかなって心配をしてたんですね。だけど2、3周もすればすぐに慣れて走れたと言ってますね。これは意外なことにって言ったら怒られちゃいますけど、ベルガーの適応能力が高いんだと思いますね。この当時で言うとセナ、プロスト、あと付け加えればマンセルというレベルのドライバーならギアシフトがどっちでもさっさと乗りこなしちゃいますけど、ベルガーもそのレベルだってことですね。じゃあ乗り換えられない人っているのって思うかもしれませんが、この3年後ぐらいの話になっちゃうんですけど、92年ウィリアムズに乗ってたパトレーゼが93年ベネトンに移籍した時に、最初にまだベネトンのハイテクの車が用意されてなくて、92年型のマニュアルシフト、要するに B192 にパトレーゼ初めて乗ったんですね、移籍した後に。そしたらめちゃくちゃ遅かったんですよ。シューマッハより3秒か4秒ぐらい遅かったんですね。で、本人が言うにはマニュアルシフトが久しぶりでうまく走れなかったとかって言ってたんですけど、その当時私パトレーゼファンだったんで、それ非常にがっかりしたのを覚えてるんですね。パトレーゼってギアが変わるとこんな遅くなっちゃうんだって。だけど、この通り、ベルガーはさっさと乗り換えられちゃうし、もちろんセナもプロストもそういうことができます。なので、話が脱線してしまいましたけども、ベルガーの適応能力が高いっていうのがちょっとここで垣間見えるのと、あと付け加えて言うと、マクラーレンのギアシフトってすごいよくできてるって話ですよね。ギアチェンジしやすいって。それもあってすぐに乗り換えられたんじゃないかなと思います。で、改めて、MP45 と F640 の違いについて。まずエンジンに関してだが、89年自分が乗ったフェラーリの V12 エンジンとホンダ V10 エンジンはパワーの点では大差ない。むしろ違いはパワーではなく扱いやすさだ。ホンダ V10 の方がはるかに扱いやすい。この時のベルガーは本当につい昨日までフェラーリの車に乗ってて、でマクラーレンの車に乗ったわけなので、非常に参考になるインプレッションですよね。違いはパワーではないって言ってますよね。最高出力の点では別に大差ないんでしょうね。で、ホンダ V10 の方が扱いやすい。トルク特性だったり、エンジンのレスポンスだったり、レースの実戦で戦いやすいエンジンだっていうことなんでしょう。次にシャーシに関しては、僕は前からフェラーリの方が優れているだろうと予想していた。マクラーレンは操縦しにくい。超人セナだからこそあれだけ走れるんだという話を聞いたことがあったからだ。これに関しても我々と同じようなことをベルガーも予想してたんですね。フェラーリの方がシャーシはいいだろうと。で、マクラーレンの車はすごい乗りにくくて、スーパーマンのセナだからあの走りができるんだ。やっぱりベルガーでもそういう風に聞いててそう思ってたんですね。でも実際に走ってみてマクラーレンのハンドリングも非常に高いレベルにあることが分かった。だが予想は間違っていなかった。マクラーレン以上にフェラーリのシャーシは完成度が高かった。でも予想に反してマクラーレンのハンドリングも高いレベルだって言ってますね。
で、ただ比較をすると、フェラーリのシャーシの方が完成度は高いと言ってますね。フェラーリとマクラーレンはエンジンのパワーも近いし、空力性能も非常に近いっていう予想をしてましたけども、まずそれが両方とも大体当たってるっていうことと、その数値だけでは分かんない。実際にドライバーが感じるハンドリング、要するに曲がりやすさですよね。運転のしやすさですけども、空力性能が非常に近いっていうのと比例して、そんなにすごい差じゃないんですね。で、強いて比較をするとフェラーリの方がいいと。フェラーリのハンドリングの良さは F1 で文句なしに一番だということだ。しかし、MP45 について、実際かなり運転しやすい車だった。何周か走ると何も考えないで運転できる。改めてフェラーリのシャーシを褒めてるんですけども、ただやっぱり MP45 も素晴らしくて運転しやすいと。何周かすると何も考えないで運転できる。要するにすぐ慣れちゃうってことですよね。これは変な癖とかがなくて、車が危なっかしい動きとかをしないんでしょうね。挙動に予想がつくから何も考えないで運転できるって言ってるんだと思います。シャーシはおそらくフェラーリが優れているが、エンジンのトップエンドは変わらない。マクラーレンの優れている点は、ギアチェンジに対応した加速が速く、スロットルのレスポンスがシャープなことだ。先ほど言っていたことをまとめて言ってる感じですけど、改めてトップエンドのパワーは変わらないと。で、ギアチェンジに対応した加速が速いと。で、レスポンスがいいと。シフトアップした時のトルクの落ち込みとかないんでしょうね。加速が衰えることなくスピードに乗せていけるんでしょうね。エンジンのレスポンスもいいと。限界走行中に一度スピンしたベルガー。割とすぐにマシンの操作が困難になる限界に達するが、その限界を超えたところでコントロールを保ちながら走ることができる。その時が最速で走っている状態だ。これが89年のプロストとセナの差だと思う。テスト走行でベルガーは限界の走りを試してみたんでしょうけども、割とすぐに限界に達するけど、その限界を超えたところでコントロールしながら走ることができると。やはりこれも前の空力の分析の動画で話した通り、セナはマクラーレンの扱いやすい空力特性を十分に活かしてセナ足を使ったり激しくハンドルを切ったり、車が結構揺さぶられてしまうような走りをしてましたけども、それはここでベルガーが言ってる通り、ほんのちょっと限界を超えたところでコントロールし続けるのがこの MP45 の一番速い走り方だって言ってるんだと思います。だからプロストとセナで言うと、限界をほんのちょっと超えたところでコントロールし続けて走り続けてたセナの方が単純な速さで言えば速いと。それがプロストとセナのスピードの違いだっていうことを言ってます。なのでベルガーが言ってるインプレッションっていうのは、これまで空力のデータで分析してたこととほとんど一致してますよね。もちろん空力のデータは MP45B で、このベルガーが語ってるのは MP45 の話ですけど、ただ2台とも空力特性が極端に変わったわけではないでしょうから、特性としては同じなので、やっぱりこれまでの分析で合ってたんだと思います。でこの当時フェラーリからマクラーレンにやってきたベルガーはこういうインプレッションを言ってますけども、おそらく一安心したんじゃないでしょうかね。俺にも扱えそうなマシンだっていう。これが心配してた通りのセナしか乗れないとんでもない代物だったら、ベルガーも花から悩んじゃうわけですけど、この時点ではまだ90年が開幕する前ですから、これならセナと戦えるっていう意気込みでいたんじゃないのかなと思い、ここでホンダ V10 のエンジン特性を褒めてましたけど、これは引退した後も変わってなくて、一番のお気に入りはホンダ V10 だって言ってますよね。V12 より V10 の方が好みだった。なので89年の RA109 もそうですし、90年の RA100E もとにかく扱いやすくてパワーがあって、ドライバーにとって非常に運転しやすいエンジンだったんだと思います。そういうレースでの実際の戦闘力という意味では当時最強のエンジンだったっていうのは間違いないですね。今回の動画はここまでです。はい、また次回も MP45 の動画作りたいと思います。ちょっと内容はまだ決まってないですけど、はい、よろしくお願いします。